皆さんこんにちは。台湾人のランです。今年の3月、私たちは伊豆半島をキャンプしながら3日間でぐるっと一周旅をしました。前回の1日目は東伊豆と南伊豆編。今回の動画は2日目の西伊豆の観光とキャンプ。そして最終日は東伊豆に戻って大村山にリベンジします。わー、雲見海岸は富士見スポットとして名高い景勝地です。すごい。海と富士山すごくない？綺麗。海も綺麗。なあ。この辺りはどこにも富士山のビュースポットがあります。お腹ペコペコ。まずは朝ごはん食べに行きます。昭和感満載、ザ・喫茶店の雰囲気。ホットサンドはツナとハムの2種類から選べます。私はハムを選びました。おいしい。なんか野菜一緒に入ってるめっちゃ美味しい。さっぱり。サラダ好き、野菜がたくさん取れるのは嬉しいです。あそこ見て。あの空間昔は電話ボックス。すごいよね。めっちゃ歴史ある。見て見て、こんなもんもあります。これは私小学校くらいの時は台湾の喫茶店もあった。一瞬だけ。今の若い子は多分知らないかな。っていうか年がバレちゃうやな。伊豆半島は海沿いに道路が多いからドライブにももってこいです。堂ヶ島は西伊豆の観光名所の一つ。ここは海底火山噴出した火山灰が堆積した白い崖。そして激しい波に現れて新鮮な表情が現れます。ここは島、海、松、島、海、松。これはザ・日本の風景じゃないですか？白岩の上に展望スポットがあるので歩いて向かいます。ここからさっきの島々が直線に並んで見えます。私たちはもう半分くらい登ってる。洞窟はここやな。ああ、いいな。そう、また強風のため遊覧船は結構
ここですよ、ここ。伊豆の葵の洞窟と言われる天窓洞。遊覧船で中に入りたかったのに、この景色が見たかった。悔しいけど、まだいつの日かリベンジしに帰ってきます。東金崎は日本のほぼ中心にある須川湾と富士山が一望できるジオサイト。岬全体が公園になって遊歩道が整備されて歩きやすいです。右側は海、左も海。最高点、富士見の丘に到着。ちなみにこの馬の頭そっくりな岩は馬ロックと呼ばれ、謎のゆるキャラ馬ロックが存在しています。魚や直営のため新鮮で美味しい海鮮定食が楽しめるお店。この色いいね。これ絶対美味しいやつ。1枚ちょうだい。めっちゃ分厚いな。でかいな。取りやすい取りやすい。成功成功。うわー、身がプリプリでうっすらと乗った脂がコクのある甘さを感じます。煮付けのタレは濃いめで白米と相性抜群。骨が取りやすい、食べやすい魚です。なんか味付けが美味しすぎてソースも持って帰りたい。初めての金目鯛、本当に美味しかった。築400年の古民家を改装したレストラン、併設のパン屋さん。レトロで落ち着いた雰囲気がめっちゃ素敵。地元の旬の素材を使った焼きたてパン。明日の朝食用に3つを買いました。ジェラートが美味しそうだったので買ってしまった。ミルクとピスタチオの W を注文しました。ミルクとピスタチオは定番いいチョイス。
タチオもちょっとイラン産のすごくいいえものを使ってまして、イランプラスあ50円招待しています。イラン産。うん。そんな甘くない。うんうん。のこピスタチオの方が濃厚。松はミルク。次はピスタチオ。ピスタチオめっちゃ重いんだ超重いイラン。本当に食べた瞬間頭なんかピスタチオパッ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 、うわ超濃厚マジで、これ多分今まで食べたの一番美味しい。さすがイラン。沼津市江田港の近くにある富士山ビュースポット。おーかっこいい。そういやすごー。次のスポットを目指して沼田方面へ向かいます。ここからロープウェイを乗って標高452メートルの山頂エリアへ。ドドンパ。ドドンパ。お結構早い。おお。おお。すげえ。楽しみ。後ろにあった。着いた。おお。山頂エリアでカフェや団子屋さんなど飲食店は充実しています。もちろん富士山ビューの絶景テラス席もあります。足湯もありますよ。富士山を眺めながらのんびり過ごせます。展望台の方にも行ってみよう。
今日のやっとキャンプ場に到着。キャンプ場あれ。あ、これや。わあ、すごいすごいすごい。シェルターが壊れてしまったので最低限の整地。今日は平日だからただ2組だけです。贅沢かつ静かにこの景色を楽しめそうです。たまらないよ。もちろんこの美しい景色をスケッチブックに書き留めないといけないよ。日没の時間が近づいてきました。今日の天気がいいので素敵な夕日を拝めそう。時間とともに富士山の表情が変化していきます。すっかり日が落ちました。今日は冷えてるので早めに焚き火をします。このキャンプ場には水道水がないのでお皿が洗えません。そのため夕食は簡単なもので済ませます。その名も焚き火飯。フライパンで焼くのみ。ソーセージはそろそろかな。あら、焦げた。やばいやばいやばい。わあ、火が強すぎだ。じゃあこれもやばそう。パンは大丈夫かな。感じ。おお、いい感じ。カップラ
セージ自体は胡椒なんで香りが立ってるからめっちゃ美味しい。キャンプでカップ麺を食べるのは初めて。せまで OK。麺は太いよ。美味しいだけど結構辛いよね。なんか今唇はヒリヒリしてる。多分乾燥もあるから乾燥の時は辛いの飲んだらもっとなんかやばくなってきて、そこもある。これから東伊豆に向かうので早めに撤収します。さようなら、絶景キャンプ場。朝温泉入ってすっきりしました。今から東伊豆に向かいます。今日の一番の目的は大村山のリベンジ。初日は強風による運行見合わせで乗れませんでしたが、今日はリフトは運行しています。早速チケットを買いに乗車口へ。大丈夫です。急斜面を登っていきます。転げ落ちたら地面までノンストップの坂です。意外と高いよね。大室山は標高580メートルの山上に直径300メートルの噴火口を持つ旧火山。山全体が国の天然記念物に指定されているので徒歩で登れません。このリフトが山頂への唯一の手段です。片道約6分。
わあ、壮大すぎて感動しましたよ。この先は急斜面のため気をつけないといけないよ。こんなに大迫力だとは想像していませんでした。本物の糸守町の山みたい。天気が良くて見晴らし最高です。富士山もバッチリ見えます。のんびり歩いて20分ほどで一周できました。あ、はいはいはいどうも。降りるちょっと怖い。うわ絶景を味わいながら降りました。富士山。うわリフトを降りたら次はここに向かいます。カピバラいるやん。入り口に入ったらすぐ無料で記念写真を撮ってくれました。これはゴリラじゃなくてチンパンジー。まるでだらしないおっさん。泳いでる、かわいい。あれ乗れる？あ、無料？この動物園の目玉アニマルボードツアー、早いもの勝ちなので入園後すぐに予約しましょう。で、コースの方はどうしますキツネか？ザル。はい。あ、11時で大丈夫です。はい。はい。 11時を予約しました。まず動物園を一周回ろう。カピバラ温泉のシーズンはすでに終わってしまった。残念。これやって。餌ないやつ触んなみたいな。あかんやで。せめて一緒に写真を撮ってくれ。うわあ
来た来た来た。ヤッホー。なんか餌があるかなって思って。餌ないよ。メキシコ来た。タコス食べたい。こういう雰囲気だから。そういう。11時になりました。ツアー出発。最初に見たのは違いが見つけられますでしょうか。全体的に赤に近い子の方がチリフラミンゴ、色が薄くて大きな方がねヨーロッパフラミンゴとなっております。住むところが違うだけでこんなに体の色が違うんです。島にしか暮らしていない大変珍しいお猿さんの一種類です。リスザルたちは南米南アメリカの方で暮らしておりますので、住むところが違い仲良く暮らしている姿見るのなかなかない貴重な機会となっております。お、すげえすげえ。おお。すげえ。近い。まさか動物自分が肩に乗せるの日が来る。夢が叶いました。お、来た来た。島で餌やり体験もできます。ちょっと待ってね。お、また来た。いじめない。あれあれ。ここやで。かわいい。柔らかい。撫でて。あ、危ない。近くいてもほら見てくれるよ。あー、かわいい。かわいい。お。私たちはすごく癒されました。綺麗。Google の口コミ評価が高かったラーメン屋さんでランチ。油そば一つと柚子ピリ辛に美味しそう。あ、いい匂い。私たちはお腹がいっぱいから追いご飯は断念。こ
アプリの5倍以上美味しい。え5倍以上。麺めちゃくちゃ美味しいマジで。この店一度食べたらやみつきになるよ。うわー、めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。レトロなシングルリフトだ。楽しい。標高321メートルの高室山の山頂まではリフトで約5分。おお。あー、綺麗。わお。おしゃれや。山頂にオープンしたカフェ321。店内は全席オーシャンとスカイビュー。ドリンクを買ってテラスでいただきます。大室山と比べるとかなり小さいので10分もあれば見回ることができます。満足しました。計算しましょう。大室山も良かったですが、時間に限りがある方は大室山の方が絶対おすすめです。お土産を見に立ち寄りました。すごすぎない？美味しい。今回の旅の最終目的地に到着。熱海有名な神社で立ち寄りました。たどり着くまでは数キロの渋滞がひどかったです。この日にたまたま結婚式が開かれていました。国指定天然記念物の大クス。樹齢は2000年以上、大きさは本州1位。生命力に満ち溢れているすごいのパワースポット。今回の旅を終了します。最後まで見ていただきありがとうございました。またね。